Hello， 大家，美妆搭档情人第一季第4集。上一集左乔出差离开工作一段时间，结果黄毛在小枣身边作威作福。不过也因为这个契机，让小枣终于想明白了自己对左乔的感情了。让我们来看看接下来左乔和小枣的感情是不是就要进一步了。すごい佐橋さん。ありがとうございます。これもいつも夏目さんと練習してるせいですかね。还来，现在小枣也很配合了哈。我が社も例により人事異動の季節だ。佐橋さん、今日で最後って聞いたんですけど、そうなの？居然吗？私はここに残りますし、佐橋は銀座に移動するだけなので。可是现在公司不是要把他们2个捆绑销售吗？チーフは本社勤務となり、浸透力がすごい。相沢さんに新チーフ昇進の打診があったが断ったそうだ。所以你就要接任组长そして間宮さん、新チーフ就任おめでとうございます。啊！果然。乾杯。话说你们这人事异动也动太多了吧？遠慮せず何でも言ってね。はい、頑張ります。間宮君がいてくれて本当よかったわね。佐橋君を育ててくれたもの。あなたは難しい部下だったから予想通り仲良くなってくれて嬉しいわ。要分开了，现在开始讲一些真心话了。何かあったら一人で抱え込まないこと。先輩の私が下にいるとやりづらいこともあると思うけど、サブとして全力でサポートするから。応援してる。じゃあみんなお店に迷惑だから。別々の店舗だし、俺もフォローできませんよ。大丈夫だって、しっかりやるから。你让左乔关心一下你嘛？これ又是什么东西？啊？合鍵。夏目さん本当は不安でたまらないだろうし。那为什么要给你家钥匙？全部読まれてる。哦，他说的是感情方面的不安。会いたくなったらいつでも来て。泊まってってもいいですよ。じゃあ油腻到最后一刻，被油腻不是左乔，开心成这样，傲娇。チーフの仕事に全然慣れず。チーフ、新作の追加サンプル届きました。チーフ、リップ31番品切れです。チーフ、こちらお客様いらっしゃいます。あ、今行きます。あとは問い合わせの対応と。夏目くん、お疲れ様。田之内さん、新人の春川くん。春川大地です。よろしくお願いします。这次是后辈，应该不会再是油腻男了吧？メンズ BA がいてくれて心強いです。早く一人前になれるよう頑張ります。哎呦，把学长捧上天！はい、購入特典の追加哇，冒冒失失的。俺以上にテンパっているフレッシュな新人を見て。你也知道自己很慌张。明日はリーフレットが新しくなるのと本社会議、それと会議に持っていく報告書を。其实我觉得组长的工作好像不是很适合他，他就喜欢当 BA， 不适合做这些行政。哎呦，左乔一通讯息，感觉一天的疲劳都消除了。左乔家长这样。ここが佐橋の部屋。なんておしゃれな。我也觉得比上次的黄毛有品味多了。飯まで洒落てる。当然是因为为了要在你面前好好表现啊。冷めないうちにどうぞ。好可愛よ。で、新店舗はどう？関西弁の男がいてうざいです。有楽町のダブル王子。啊，居然南條さんだろ。黄毛打ろ。営業の新人の春川くんが来てものすごいテンパりようだったのと、でもこれうまいな。今日一日まともに食事してなかったし。じゃあここ住めば。あ、いや、いい。はい、もちろんです。やりたいです。来月ぜひやらせてください。お願いします。小枣啊，不要委屈自己耶。急遽うちでイベントやらないかって。普通イベント準備って何ヶ月もかけてやるもんでしょ。田之内さんも無理に引き受けなくてもって言ってくれたけどサマーコレクションの売り上げ伸ばしたいし。引き受けたのって田之内さんの頼みだから。は？ちげえよ。この時の俺はやる気でなんとかなるって思ってた。 Oh my god！ 所以接下来要发生大事了。でも現実はそう甘くはなく。チーフ、申し訳ありません。
私リップの在庫数数え間違えちゃったみたいで伝票と違っちゃって。我觉得这个镜头透露小早他做事不够好的地方，像这种包装商品的东西给底下的员工做了，你主管不要做这种工作。あ、カラーです。哎。左乔都理解他了，但是你自己有没有调试过来？あらら、振られてもうた。なわけないでしょ。あ、ちょい待ち。来月末から2週間パリ研修。佐橋君も連れてっからそのつもりで。はい、これ資料。死ぬ。ディスプレイと広告は最優先で、あと限定品は返事待ち。回到家就好好休息了啦，不要再想工作了。こんな時。あいつがいれば是，我就觉得他们这人事异动一次动太多了，老鸟离开，新组长上任，然后又要带新人哦。でも今回はあいつに頼らないって決めたんだ。佐橋とは別の人で。啊？いいの？貴重な戦力なのに。对啊。佐橋の手を借りずにやってみたいんです。小早不要逞强哎。佐橋君は本社も育成に力入れてくつもりみたいだし。近々パリ研修をね。パリ？そういう話しないの？最近都没时间联络，感觉一段时间过去了，两个人又远离了。会いに行かないの？大変な時こそ好きな人に会いたくなるのは自然なことだと思うけどな。前辈也都知道他们两个的关系耶。佐橋君が言ってた俺のってそういう意味で合ってるのかな？この人も俺のなんで。僕2人のこと応援してるんだよ。哎呦，不愧是小早的偶像哦！所以你现在独自来他家找他？いいんだよな。本当に勝手に来て。他都把钥匙交给你了，肯定没关系啊。寝てる。居然忙到在沙发上睡着，手上还拿着文件，果然他也很拼啊。パリ研修の資料か。やっぱすごいな。俺なんか足踏みしてばっかりなのに。啊，你都升组长了，不要对自己这么苛刻。你只是还在适应组长工作而已。左乔这样没有醒过来吗？無理だって分かってるけど、お前みたいになれたらいいな。触りたい。哇，落ち着く。慌张。哎，你就说啊，这个样子左乔怎么可能没有醒来？哈？何やってんだ俺は。对，我也很想问。勝手にあいつの家になんか。別に同棲してるわけでもないのに。不是，这是重点吗？重点是你不应该跑走啊。じゃあここ住めば。あれって同棲しろってこと？你现在才想到吗？よくわかんねえまま適当な返事して傷つけたかも。バタバタのまま迎えたイベントは初日から2週間怒涛のように過ぎ去り。すいません、これ追加のパンフレットなんですけど。两个冒失的人出車禍了。チーフ、限定のグラスが全然足りません。チーフ、番号札15番まで出てます。助っ人に来たね。ありがとうございます。ちゅうか平気？めっちゃ疲れてそうやけど。好了啦，去帮忙了啦。接客お願いします。不过还是谢谢你来了。2週間のイベントもやっと今日で終了した。俺自身は步履蹒跚呐，テンパってばかりで好狼狈哦。チーフとして全然ダメだった。けど間宮君えらい体調悪そうやったで。失礼します。哎呦，生病了。好啦，这次谢谢黄毛的助攻。会いたい。佐橋。你先把病养好吧。哎呦，这叫心有灵犀啦。这すわけにいかねえだろ。急匆匆的，他快忍不住了。なんで俺に言わないの？他人から夏目さんのこと聞かされるぐらいなら風もらった方がマシなんですけど。悪か。这样学会了没？以后再忙也记得要报备哦。佐橋に追いつきたいからイベントもちゃんとやりたかった。倒れてる場合じゃないのに。你什么时候才能明白，你这个人好不好跟这些都无关呢？だいぶ良くなった。
マジで映ったらシャレになんねえから帰れよ。明明想见他，真的来了就一直赶他走。俺の心配しなくていいですよ。なんでそんな余裕そうなんだよ。ムカつく。打ちきません？嗯。想清楚再回答。今言ったら甘えっぱなしになるの目に見えてる。この前だって俺に会いたくて来たんでしょ？なんで黙って。俺だってちゃんと一人前に。甘えるのと仕事は別でしょ？倒れたら元も子もないじゃん。時々無性に佐橋が羨ましくて眩しくて自分が情けなくてたまらなくなる。お前と一緒に住んだよ。哦，小枣。うまくやれるならとっくにやってる。お前みたいに何でもできるわけじゃねえんだよ。哎，あんたがそれ言うんだ。不是左乔，你知道的，他在生病，他的情绪比较脆弱。不过小枣真的有点过分啦。お大事に、先輩。Oh my god，左乔应该只是在讲气话吧？这一集的主题不错吼，是关于小枣的自我认同。其实前几集就一直都有在带到这个主题的，只是直到这一集把它爆发出来。因为这个人事异动的关系，小枣成为了组长。为了想要追上自己的男朋友，追上才华洋溢的左乔，他开始拼命的想要证明自己，拼命的接活动。既然自己不如左乔那样才华洋溢，那我就用出120分的努力，同时也尝试能够在不依赖他的情况下，自己度过难关，完成挑战。说真的。这性格还跟我挺像的，我也经常干这种事，把自己搞得身心俱疲，然后也跟小枣一样，到头来生病了。然而事情到最后，你会发现，其实根本没有任何的人事物需要我去追，就像小枣一样，就算他在工作上没有像左乔那么的有才华，那么的有成就，他也还是左乔喜欢的对象啊，这样就够了，不需要为了在感情上所谓的配得上左乔而去拼命。说穿了，工作跟感情是两回事。只是这个道理，目前深陷其中的小枣似乎还听不明白。左乔想劝他不需要这么拼，却被他发脾气骂了回来。小枣想要保护自己那个有点脆弱的自尊，却伤害到了自己心爱的左乔啊！也许在这种时候，不管对小枣说什么都没用吧。有些事情真的得靠自己想通才能明白，时候到了，自然就豁然开朗了。行，那这期就看到这边，我们下次见，拜拜。